も皆さん、森のニーナです。今日の動画は若返りのためにやっていることを紹介します。先に言っておくと、この動画を見て絶対にこの時間無駄にさせません。このオープニングまでね、たどり着いたら何かのご縁なので、運命だと思って絶対に最後まで見てほしいです。ありません？皆さんもある時期なんかすごく老いるの怖いみたいな、そういう時期が私にもあって、それが23歳から4歳なんですけど、めっちゃいろいろ試したんですよ。ミランダ・カーがやっているアンチエイジング法とか、専門家さんの記事とかね、いろいろ読んだ上で私がいろいろ実践してやって知れてよかったことっていうのを今日は抜粋しました。シンプルですぐにでも実践できるようなことなので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは始まります。スタート。今日紹介する項目たちは現実的に続けやすかったものだけだけど確実性の高いものっていうのを紹介します。若返りたい、老けたくない場合はエイジーズの吸収を阻止するっていうのと糖化を防ぐ、この2つだけでもいいので覚えておいてほしいです。それでまず1つ目、じゃじゃん、緑茶を飲む。普通の生活をしていてエイジーズが取り込まれるのをゼロにするのは不可能だと思うんですよね。私もパスタ一切食べないとか、揚げ物一切食べないとか、食べるのは結構好きなので、食べないなんてしたくないそこで緑茶に入っている、みんなもよく知っているカテキン、目新しすぎないワードなんだけども、エイジーズを吸収しづらくさせてくれるんですよ。どれくらい吸収しづらくさせてくれるかっていうと、なんと 90% 以上抑える効果があるという研究結果がちゃんと出てるんですよ。ありがたいもうこの世の中にはたくさんのエイジーズを含まれる美味しそうな誘惑たちが生み出されている中で、こういったエイジーズを抑える飲み物や、後で紹介するんですけど食べ物などね、もう存在するっていうことを、老化アンチエイジングしたい組、私たちみたいな人たちは絶対に知っておくべきだなと思ったので、一番最初の項目に入れました。私の緑茶を飲む頻度、毎食できれば飲みます。カテキンの中だと抹茶がおすすめです。なんでかっていうと、抹茶は緑茶の2倍のカテキンの量が入ってます。そしてビタミン E だったりポリフェノールもより豊富に入っています。なので外食の際にちょっとスイーツ食べたいななんて時は、抹茶系のスイーツなどが個人的にはおすすめです。カテキン以外にもね、緑茶ってもっともっとエイジングケア系の効果があるんですけど、話していいですか？血管ケアができる飲み物は煎茶なんですよ。見た目を大きく左右する血管年齢をケアできる飲み物が煎茶だけど、そこまで行き着くには粉末状でないと意味がないので、より極めたい方は粉末状の煎茶を飲んでください。続いてキノコを食べる。キノコを1種類だけ選ぶのであれば舞茸がおすすめです。理由はというと、キノコ類には高糖化作用があります。個人的にキノコ鍋とか、あとは食べ放題のところ行くとめちゃくちゃキノコ食べるようにしてます。食生活でエイジングケアをしたいのであれば、すごくキノコは取り入れやすいのでおすすめな食材です。続いてルイボスティーを飲む。ルイボスティーがなぜいいかというと、皆さんゴースト血管って聞いたことあります？実は女性にとってはすごく怖い現象なんですよ。年齢とともに血管って消えてしまうの。これがめちゃくちゃ老けて見える原因になるんです。でそれを防いでくれる飲み物っていうのがルイボスティー。集中的に毛細血管ケアをしたいのであれば、ルイボスティーがめちゃくちゃおすすめです。なのでどの道で皆さんがアンチエイジング、老化を止めることを極めたいかによります。これは自分の好みの味覚だったりでいいと思います。おすすめは食事中は緑茶で、喉乾いた時に水かルイボスティーっていうのがいいと思います。ちょっと皆さんがもし考えるのめんどくさかったら、ちょっと私なりの提案をしてみました。続いて卵を食べる。また目新しくなさそうな食材きた。そうなんですけど万能なんですよ。健康だけじゃなくて、卵は老けないためのマジで薬なんですよ。そもそもの肌を作るタンパク質、そして体内で糖化を抑制してくれる B1 は老化物質による体に与える害っていうのも防いでくれます。
そしてビタミン B6 で、このビタミン B6 も AGE 値を低下させてくれます。続いてゆっくり食べる。実はゆっくり食べることも糖化防止につながるんですよ。ゆっくり食べる、どういうことかというと、よく噛んで食べるんです。そうすると消化もゆっくりになるから、血糖値の上昇が緩やかになります。他にもね、理由盛りだくさんで、口の周りや顔の筋肉を多く使うから鍛えられてたるみ防止になるんです。そして次がセロトニンの分泌。噛むことを意識しながら食べるだけでもセロトニンの分泌が増えるんですよ。やっぱね、ストレスが多いで老けが早い。個人的な意見としては、老化防止っていかにストレスをためないってことも大事だなと思います。でそこで手っ取り早いのが、よく噛んで食べてセロトニン分泌してストレス発散する。続いて脳の老化防止。これうさんくさく聞こえちゃうかもしれないんですけど、プレジンテントオンラインとかちゃんと研究結果に基づいて信憑性という信頼を売っているようなところから、あと本とかで結構見てるんですけど、そこですごく信憑性が高いなって思った記事が、見た目が若い人って脳の年齢も若いんですって。そんな驚きの研究結果が実はちゃんと出てるんです。どうすんのよって話だと思うんですけど、意外に簡単な方法です。一つはさっきのゆっくり食べるに少し関連してしまうんですけど、歯ごたえや喉越し、見た目を楽しんだりする。そんな風にして食事を楽しむ。あとよく噛むとすごいことに脳の血管が膨張して、これも血液がしっかりと脳に届きやすくなるので、これも脳にいい。ここまではその体の仕組みをどうこうするみたいなお話だったと思うんですけど、次は脳トレみたいなことなんですけど、帰り道、いつもと違う道を変えてみる。朝のルーティンを変えてみる。例えばコーヒーなんだったら、今日はちょっと違うお茶にしてみようかな、どれにしようかなって悩んでみる。あと自分から提案できることとしては、日記を書いたりとか、その日の終わりに自分を褒めるところ探してみるとか、とにかく毎日同じルーティンをしてしまうってことが脳に良くなくて老けるんですよ、脳が。ちょっとね、この話は数秒で終わるような話ではないので、もっと詳しく知りたい方は過去の脳年齢診断っていうのを前作ったことがあるので、こちらの動画をよかったら見てみてください。でね、ちょっと話を戻すと、これらをやると脳の活性化だけではなくストレス発散にもなるので、ありとあらゆる方向からアンチエイジングにしかつながらない項目なので、よかったら皆さんやってみてください。続いてスキンケアをたまにはオールインワンで仕上げる。私は週に 1,2 回くらい、多い時で3回くらい、肌の調子がすでにいい時とかは特にオールインワンで仕上げます。おすすめのアイテムいろいろあるんですけど、パッと今この瞬間思い出すのは、イグネスイオの美容液オールインワンのやつと、Dプログラムのこれもねクリームみたいな美容液なんですけど、私はこれをオールインワンとして使ってます。ライト消えちゃったからこっちだけ暗くてちょっと焦げてんのがバレるんですけど、続いて食後のウォーキング。理由はこれも糖化防止になるから。食後って30分かけて血糖値が上昇するんです。なのでその間に歩くことでその上昇を緩やかにすることができるんです。私が実践してみてることは、本当は30分が理想的だけど、最低でも15分歩きます。もちろんね、全然サボっちゃう時もあるんですけど、なるべく頑張るようにしてます。歩くとか外出るとか面倒かもだけど、こんなシンプルな方法で糖化しづらい体を作れるから、老けたくない人にはマジで必見です。続いて筋トレ。これはウォーキングとほぼ同じ理由なんですけど、もっとモチベが高い人は筋トレが手っ取り早いです。もしくは外に行くのは面倒だから家で筋トレする方が私には合ってるなっていう方にもこの筋トレがおすすめです。ただ一個気をつけてほしいのは、やりすぎは逆に老ける原因になるのでやめた方がいいです。活性酸素が出ちゃうんですよ、やりすぎると。もう疲れた、もうやりたくないみたいな、そんな気持ちになってきたらやめ時だって思ってください。続いて朝日を浴びる。ビタミン B を取るではなく、良い睡眠をとるためです。皆さんも全然ね、もう知ってるよって思うと思うんですけど、本当にその通りで、
で睡眠が全てを制すと言っても過言ではない。やっぱね、老けないために最も重要なのは質の良い睡眠。もちろん寝る時間も大事なんだけど、どんなに7時間寝てようが睡眠の質が悪ければそれはしっかり体休まってないし、細胞も回復されない。だからもう朝起きた瞬間から質の良い睡眠をとる準備を体にさせるっていう目的でしっかりと朝日は浴びる。さらにやった方がいいなって思うのは、いろんな寝る準備が終わったらもうその瞬間にすぐ間接照明だけで過ごす。明るい部屋って本当に睡眠の邪魔。メラトニンっていうのが体を休ませるホルモンなんですけど、阻害してしまうんです。明るい部屋で過ごしてると体内時計も狂ってしまうから睡眠の質が下がるので暗くしてください。すいません、なんかまた興奮すると顔が硬いいつも見返すとなんか熱弁してる自分の顔が怖くていつも驚くんですけど、見てて疲れちゃう方にストレスを与えてしまってたらごめんなさい。ここからもっとちょっと皆さんも見ててリラックスできるような喋り方を心がけてみます。そのためにちょっと自分がリラックスします続いて、常に体温は36.5 度以上を心がける。ちょっと分かりやすくするために極端な表現をしてしまってるんですけど、何が言いたいって、私って冷え性だから低体温だからっていうのを良しとしないでほしいんですよ。低体温だとがんになりやすくなるリスクってもう35度以下だったと思うんですけど、そういったリスクが高まって健康をきたすだけじゃなく老けるんですよ、低体温って。理由は冷えた状態って血管が萎縮してるから、表皮の元になる基底細胞に栄養や酸素が届かなくなるんですよ。だから老けるだけじゃなくて抜け毛も起きたりします。どんなに日常でお菓子抜いて白砂糖抜いてポテチも食べないみたいな生活をして健康的な食材をとっていても、低体温だとその恩恵を受けきれない。血液の一番のメインの役割は酸素や栄養分を動脈を通して細胞に届けてるの。だから体の健康、髪の健康、さらには肌の若さ、全てはこの血流にかかってるんです。本当にその細胞を大事にしていきたいのであれば、食生活と血流を意識する、これセット。冷えてるサインお伝えしたいです。これ覚えておいてほしいのが、手足が冷えてきたらもうアウト。絶対にもう早急に温めて。実は体内の臓器とかの温度って37度を保つように体ってできてるんですよ。外気がその寒いとかそういった影響とかで体が冷え始めてきた時に、その体内の臓器の温度を下げないために一番遠い手とか足とかの毛細血管を萎縮させて体内から熱が逃げるのを防ぐんです。それが手足が冷たくなる理由です。だからその白湯とか飲むと手足も温まってくる理由としては、臓器があったかくなるので体に余裕が出るんですよね。じゃあちょっと手足にも血流分けてあげようみたいな感じで縮まっていた血管が元通りになってくれるっていう仕組みです。続いて、お部屋の絶対湿度を11以上にする。絶対湿度って何ぞやですよね。皆さん湿度計ってお家にあります？こういったね、湿度がついてるものとか置いていたんですけど、これね、その肌にとって必要な知るべき湿度じゃなかったんですよ。この湿度って相対湿度っていうらしいんですよ。でも知るべき湿度は絶対湿度なんですよ。そこで私はこちらスイッチボットの湿度計なんですけど、これはこんな感じでアプリで湿度が見れるんですけど、気温によって湿度って調整されるべきなんですよね。絶対湿度っていうのは空気に含まれる水蒸気の質量なんですけど、これが肌を乾燥させないために知るべき数値なんですよ。それの理想的な数値っていうのが11。部屋全体の加湿をしても自分がいる場所がその湿度が保たれてるかっていうのがわからないじゃないですか。なので私はこの湿度計と加湿器と自分、この3セットをなるべく近くにいるような風にしてます。これね、ちっちゃくておすすめです。私はデスクの目の前にこんな感じで壁に貼ってます。壁に磁石をつけてこうやってペタッとつけれるので、これ持って移動とかもできます。
はい、いかがだったでしょうか。今日はちょっと皆さんがもうすでに知っていそうなお話とかは省きました。例えば白砂糖取らない、日焼け止めを塗るとか、よかったら皆さんの美容情報のアップデートとしてこの動画ちょっとでも活かされたらいいなと思います。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。